こんにちは、モッキーです。今日は最近界隈をざわつかせているディズニーシートランジットスチーマーラインの休止期限未定について考えてみたいと思います。現在、トランジットスチーマーラインには3つの航路があります。メディテレーニアンハーバー発ロストリバーデルタ行き、ロストリバーデルタ発メディテレーニアンハーバー行き、アメリカンウォーターフロント発ディズニーシー一周航路です。この中のメディテレーニアンハーバー発ロストリバーデルタ行きが2026年8月4日より休止期限未定と発表されました。この異例の発表について当チャンネル独自の視点で検証し考察を試みました。一つ目の仮説として中央ハーバーの改修やハーバー運用の大規模再編が挙げられます。ですが私はこの説は説明しきれない点があると考えています。もしそれが理由なら、なぜ毎日実施されているハーバーグリーティングは休止にならないのでしょうか。また、アクアトピアが2026年9月14日をもって終了するという公式発表と2035長期経営戦略を関連づける考察も考えられます。それならば、なぜアクアトピアが終了する前にトランジットスチーマーライン、しかもメディテレーニアンハーバー発だけが休止期限未定なのでしょうか。アメリカンウォーターフロント発の一周航路はメディテレーニアンハーバー発とほぼ同じ水路を走り通常運用されます。以上の点から航路や船体そのものには休止の要因がないということになります。では一体何に要因があるのでしょうか。ロストリバーデルタ発メディテレーニアンハーバー駅は通常通り運航されます。つまりドックに停船しゲストを下船させること自体は通常運用と言えます。ということは今回の決定的な要因は乗船に関連する箇所、すなわちあの建物自体にあると考えられます。開園当初から存在する建物ゆえに単なる経年劣化による修繕の可能性もあります。ですが、ただの修繕だけで予定の読めない期限未定の休止にするでしょうか。この建物が過去に乗り場以外の用途で使用されていたことをご存知の方も多いでしょう。屋上はテラスになっており、かつてディズニーシープレミアムツアーのハーバーショー鑑賞エリアとして使われていました。この現在は使われていない特等席を DPA、ディズニープレミアアクセス鑑賞席として復活させる。そのためのエリア拡張こそが期限未定の休止の本当の理由ではないでしょうか。単純に現状のスペースをそのまま DPA 席にするだけなら短期間の補修程度で事足りるはずです。あのテラスは数組しか登れない狭いエリアでした。わざわざ長期の休止にするということはテラスの床面積を広げ大人数を収容できるエリアへ構造自体の大規模な拡張工事が行われるとしたらどうでしょう。しかし、ただ有料席が拡張されるだけでは、また課金エリアが増えるのか、と幻滅してしまうゲストも多いかもしれません。ですが、あの場所はハーバーを見下ろせる、フラットで高さのある、まさにパーク内屈指の一等地です。オリエンタルランドが、この特別な場所を生かして、さらなる体験価値向上、すなわち、より高い満足度を伴うプレミアムなコンテンツを仕掛けてくるかもしれません。海外パークには、飲食とショー鑑賞をセットにした特別なパッケージシステムが存在します。皆さんはウォルト・ディズニー・ワールド、エプコットで行われているナイトエンターテイメント、ルミナス・ザ・シンフォニー・オブ・ウアスをご存知でしょうか。食事やアルコールを楽しみながら専用エリアでショーを鑑賞するこのシステムは、海外では15年以上前から磨き上げられてきた最強の体験価値向上戦略です。私自身、2010年に本場アメリカのエプコットでキャンドルライトプロセッショナルを鑑賞した際、まさにこのダイニングパッケージというシステムを利用しました。このダイニングパッケージは指定レストランで食事を済ませ、ショー鑑賞エリアに優先入場できるというものでした。日本でも食事とショー鑑賞を組み合わせた体験はあります。ですが私がエプコットで驚いたのは、食事が主役ではなく、ショー鑑賞そのものが商品として成立していたことでした。あの時、最高の環境で圧巻のステージを体験した衝撃は、今でも鮮明に覚えています。
今回の改修により、指定レストランで食事を済ませてからテラスへ移動する仕組みを作るのか、それとも、あのテラス自体で食事やドリンクを楽しみながらショーを待つという、今までにない極上の体験が提供されるのか、拡張された特別なテラスだからこその付加価値として、オリエンタルランドの戦略に合致する、スペシャルなコンテンツが提供される未来を想像してしまいます。そして、最後になりますが、なぜ今、それほどの大規模な TPA 席の拡張を行うのかという点です。そこから導き出された最大の答え。それこそが、メディテレーニアンハーバーの未来、本格的な大規模ハーバーショーの復活です。ビリーブの次なる展開はもちろん、コロナ禍以降続いていたハーバーグリーティングからの完全脱却。圧倒的なスケールで繰り広げられる次期ハーバーショーを最高の環境で迎えるための壮大な布石ではないでしょうか。施設そのものの改修には先行して着手するものの、肝心の次期ショーの内容や仕様がまだ最終決定していないからこそ、公式には期限未定と発表せざるを得なかった。現時点で発表されている情報とも比較的整合しているように思います。私の考えるトランジットスチーマーライン、期限未定休止の仮説です。スチーマーラインの休止をきっかけに、いろいろと考察してみました。新しく変わりゆくパークの行方を楽しみに、今回の考察を終えたいと思います。皆さんの考察も、ぜひコメント欄で教えてください。